どうもナチョです。今日も海老名はとてもいいお天気でございます。朝のうちちょっと簡単な工作をしようかなと思っております。まず一つは、以前、作った工具の台、4つか5つか作ったんですけど、それのですね下の部分にちょっと棚をつけようかなと。ただ板をパッと貼るだけなんですけど、そこに板が1枚乗ってるとその道具に関する、小物をですねこうやって置いておけるんで、それがあったら便利だなと以前からちょっと思ってたので、それをまず作るのと、あともう一つ4畳半の部屋、あそこにテーブルを1個折りたたみのやつを置いてるんですけど、その折りたたみのテーブルを結構いろんなところで使いたくなるんですよねでそこにプリンター置いてしまってずっとそこに置いてるんで、もう一つなんかそこに据え置きのテーブルを簡単に作ろうかなと思ってます。もう切ってビス打って簡単に作るだけなんで、そんな時間はかからないんで、ちゃっとやっていこうかなと思います。ではやっていきます。はい、では今から台になる部分の寸法を測っていきたいと思います。はい、こんな感じでざっと測りました。この台を作るときに、だいたいこの台の広さを揃えたんですよね。なので、下に入れる台も寸法が結構一緒のやつがあるんで、そのおかげでカットする回数がだいぶ減るかな。すごく簡単に作れそうな気がしてますよし、ちゃっちゃとやっていきます。はい、この OSB ボードが1枚余ってたんで、これを使いたいと思います。はい、こんな感じで下に棚を全部つけました。何に使うかわからないですけど、物を置けるようになったんでいいかな。でね、ちょっとこの前こういうのもつけてきました。フック。これね、コードがね、いつもどうしようかなって迷っちゃうんで、コードをかけるためのフックを、全部の台につけました。よし。はい、これ終わり。はい、次はですね、4畳半に置くテーブル、ちょっと作っていきたいと思います。でね、廃材で作るんですよ。で、まず足が、これ、ちょっともらったんですよね。2x4 のもう、廃材ですね。薪に使ってくださいって言われたんだけど、結構綺麗な状態なんで、これをちょっと足に、再利用しようかなと思います。あと、天板にこれを使おうかなと思ってます。メインの作業台で前使ってて、ひっぺがしたやつなんですけど、これね、全面いらないんで、半分ぐらいにこう切って、そしたら歪みも、そんな気にならないと思うんで、これを再利用しようかなと。もう傷だらけなんですけど、別に何でもいいんで、頑丈であればいいんで、これでいきたいと思います。
はい、この天板なんですが、表面のこういうコーティングとかがボロボロだし、あとね、真ん中でこうついでるんですよね。で、どうやってついてるのかわからなくて、丸ノコで切ってもいいんですけど、もし金具が入ってたら刃が悪くなってしまうので、端っこの方が割れてるんで、そこからなんか突っ込んでバリッとやってみたいと思います。どうやってついてるかわからない。割れた。ただの接着か、これ。はい、ただ接着してるだけだったんで、ベリッと剥がれました。まあいいでしょう。何センチぐらいにするか。はい、もともと作業台に使われてたんで、まあ、結構いい板なんですけど、表面にねこうコーティングがされてて、それがこう作業台として使われてるうちにこうやって剥げてきて、ちょっとね汚いんですけど、でね裏使ってもいいかなってちょっと思ったんだけど、若干こう反ってるんですよね。なのでどっちかっていうとこっちの面の方が使いやすいかなと思うんで、プリンター置くぐらいなんで、もし気になるようであればなんか上に布かなんかかけてこのまま使おうかなと思います。よし、天板はこれでまあ行きましょう。はい、じゃあ足の部分を作るために、材料を切っていきたいと思います。じゃあ組み立てていきます。いやーちょっとガタつくな。やっぱこの天板が汚じょったな。ちょっと天板が汚じょるから多分片付くんじゃねえかな。なんか間にかますか。なんか間にかまそう。よし。
ちょっとね、切った小口が木の色で、これも黒く塗ってしまえば、ちょっとかっこよくなるかなっていう気がしてるんで、そのうちちょっと塗ろうかなと思います。まあでも、その人目につくところじゃなくて、もうプリンターを置くだけなんで、別にそんなこだわらなくてもいいんですけど。あとちょっとやっぱりガタつきが出てしまったので、そのガタつきを後でこう、スペーサー入れて調整するとかして使おうかなと思います。はい、ということで今日は工作をしてみました。この工具を載せてる台の下につけた棚ですね。それとこのローテーブルですね。これもうプリンターを置くだけです。で、今使ってる、折りたたみのテーブルがあるんですけども、あれはちょっと使い勝手がいいのでフリーにしておいて、何かの時にさっと出して使うっていうことができるようになります。まだいただいたこの 2x4 の廃材が結構いっぱいあるんで、なんかこういうちょっとした工作には使えるかなと思って、保管しておきます。なんか結構こういう田舎暮らししてるとテーブルとか椅子とかいくらあってもいいんですよねなんかいろんなところで使えるんで、でもなんかやっぱり簡単にこう移動できるような、軽い素材で作りたいので、僕は結構折りたたみのホームセンターで売ってる足とかああいうのでも簡単に作ってしまうんですけど、以前、折りたたみのキャンプで使えるローテーブルなんていうのを作って弟にあげたことがありましたが、ああいうのでもまた作って、どなたか欲しい人がいればそれを販売してもいいかななんて思ってるんで、今工具がもうだいぶ揃ってるんで、もっといいものが作れるかもしれないですね。それもそのうちおいおい設計図作って材料揃えてやってみてもいいかなと考えているところです。はい、ちょっとお昼過ぎてしまいましたが、今日はこの辺で工作の作業を終わりたいと思います。ではお疲れ様でした。いつも動画のご視聴ありがとうございます。高評価、コメントいただけると大変励みになります。私が運営しているオンラインショップパチャママですが、今年はですね、ちょっとずつでも僕の作っているレザーの製品を、掲載していきたいなと思っております。もちろん中南米の雑貨の方も、引き続き掲載していますので、気になる方がおられましたらぜひそちらの方もチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ、バイ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 そうそう